皆さんこんにちは。茶バラの時間がやってまいりました。茶バラとは、お茶を楽しもうをテーマに、お茶に関する様々な情報をお届けする番組です。ではまずお茶を飲みましょう。で、今日飲むお茶はですね、玉露です。で、玉露は皆さんもご存知の通り、太陽の光を遮って作る旨味甘みがギュッと凝縮されたお茶なんで、できるだけですね、ぬるいお湯を使ってお茶を入れます。で、お湯の量もね少なめにして、その分濃いというかね、パンチの効いた強い風味を楽しむのがまあ基本なんですね。ただ好みもありますから、ちょっとね、薄めというかお湯の量を多めにしてさっぱりとした感じで今日はいただこうと思います。で、ぬるま湯手で触って、今そんなに熱くないなっていうくらいのお湯の温度で入れたんですけども、これでねしばらくお茶の葉っぱがふわっと開くのを待ちます。で、これは、京田辺、今日のものは京田辺の玉露で、100g1500 円くらいかな。玉露としては、安い値段帯のものを使ってます。だいたいね、玉露って僕自身は2000円、100g2000 円は出したいところではあるんですけども、比較的、お求めやすい値段で、多分ね、これくらいの値段だったら手摘みっていうよりか機械狩りの玉露なんかなと思ったりするんですけども、それでもうまく出し方を調節すれば美味しく入れれますから、そのあたりはですね、また玉露の入れ方、いろんな入れ方があるので、それをご説明していきたいなと思っております。では早速入れましょう。やっぱりお湯の量が多いので濃度感っていうのはあんまりないんですけども、すっきりとした色合い、綺麗な透明感がある色合いのですね、はい、お茶になってますね。ああ、香りがいい、香りがいいですね。ではいただきます。すごくうまみがねスッと入ってきて、普通の玉露の入れ方だ、普通というかね、濃く入れたらグッてくるんですけども、それがねふわっと広がる、さっぱりした感じで広がっていくので、この濃度感は一般の人はこれくらいのちょっと薄めというか、薄めって言っても普通のお茶よりは多めのお湯で入れた方がいいと思うんですけども、飲みやすい状態に仕上がっております。で、今回は、玉露、特にですね玉露や抹茶とかに共通する大石下栽培、太陽の光を遮って作るというところを、テーマにやっていこうと思っております。で、まず最初にですね、太陽の多いを、遮るやり方っていろんなやり方があるんですけども、それを一段多い、一段しかしてなかったところからもう一段増やして、太陽の光をより遮光してより美味しいお茶を作ろうという、その作業を見ていただきます。それではどうぞ。今から2段目を立てます。いいお茶を作るためにより暗くしていきます。打ち終わりました。で、この棒を土台として横の棒を並べます。上だいたい並べました。で、ここで紐でね、固定していきます。で、これ右側2枚目貼ってあるこの下の茶円を見ていただいたら暗くなっているの分かるでしょうか。これだけですね、明るさというか暗さが違うんですよね。で、こういう暗くした方が旨味甘みというものをお茶の葉っぱはためやすくなるんですね。なのでこういう作業でより美味しいお茶が作れるようになります。写真でもね違いがわかるでしょうか。
さあいかがでしたでしょうか。結構ねアナログでしょ。もう自分のなんていうんですか、力を使ってそこら辺にある資材をうまく組み合わせてですね、とにかくお茶の畑の上に、その寒冷車、その遮光する布をですね、資材をかけれるような仕組みができればいいので、ものによったら直接かけるっていうパターンもあるんですけども、そうするとどうしてもねお茶の葉が傷みやすいので、ある程度ですね棚を組んで距離を離してかけた方がいいっていうことは間違いないですね。で、手間をかければかけるほど美味しいものが出来上がるということなんです。ただこれね、ここからは結構難しい繊細なところなんですけども、そのまま、ただかければいいっていうもんでもないんですよ。暗くすればいいっていうもんじゃなくて、暗すぎてもダメ、明るすぎてもダメ、これタイミングがあるんですね。そのタイミングを、調節するにはどういうふうな作業をしているのかっていうのをこれからご覧いただきます。ではどうぞ。はい、これ先ほどのですね寒冷車だけと違って昔ながらの稲わらを使った菰という資材も、茶の上に乗せてですね光を調節しています。でこれ黒い寒冷車というものを束ねることによって光が入るようにしています。でこれ面白いんですけども、むやみやたらとですね暗くしたら芽が伸びてこないんですよね。なので生育初期にはしっかりと光を入れる必要があるので、このようにですね暗くしすぎないように調節をする必要があります。でもこれやりすぎると逆に今度ですね渋みが出てきたりとか、でも放っておくとその部分が暗くなってそこの部分の芽が成長してこないとかですね、いろんな問題があるので、茶園の上の芽を見ながらですね、その上の寒冷車、そしてこういう菰とかいう資材をですね、多少右にやったり左にやったり広げたり束ねたり調節しながら、太陽の光をどのようにですね茶園の上に乗せるかっていうのを調節します。これ矢印見てください。これね前です。そしてこれが後。ちょっと光が入ってくるのが増えているのがわかるでしょうか。で上を見ていただくと同時にですね、その茶園に当たる茶園の明るさも見ていただけると変わっているのがわかります。なのでこれは明るくするために調節して、こちらはですね逆に暗くするために調節します。このようにですね今明るくするべきか今暗くするべきかっていうのを調節してます。やっぱり明るいところは成長がいいんで、そういうところはしっかりとね覆いを効かせて、で暗いところはできるだけ明るくしてっていう、まんべんなくこの覆いの調整をしなきゃいけないっていうのをできるだけね細かくやってあげて、頻繁に調節してあげるっていうのが美味しいお茶を作る、そういうね秘訣だと思いますね。いろいろタイミングがあるんですね。難しいです。本当にね、これ見るとやるとでは大違いです。やっぱりね、自分で今タイミングっていうのを探るっていうのがですね、毎日って言ったら変化はわかるんですけども、その変化が果たしていい変化なのか悪い変化なのかっていうのをわかるのはお茶を作ってみて飲んだ時しかね、わからないので、なかなかね、1年1回、一番茶については1年1回しかチャレンジができないということで、時間がかかるですね、作業っていうことではあります。今回のお茶をおいしくは、玉露ですね、入れ方、ちょっと変わった入れ方というか、普通とは違う入れ方でいた中での美味しい入れ方っていうのを研究してみたいと思います。まずはですね、玉露を用意しましょう。一応ですね、京田辺さんの玉露、こちらですね、入れていきます。比較的日常的な価格帯ですね。 100g1500 円の玉露なんですが、
まずこれ入れていきます。だいたいですね、5g くらいが適当かな。スプーンで言うと小さじ、2杯程度ですね。2杯弱くらい入れていきます。で、本当はね、これお湯の温度をうんと下げて、お湯の量もうんと少なくしてじっくり出すっていうのが玉露の、入れ方の一つ、スタンダードの入れ方ではあるんですが、実はね、お湯の温度を上げて入れるっていうのも別にできないことっていうか、やっちゃいけないことではないんですよ。なので今回はその入れ方で入れたいと思います。で、ポイントはね、そんなに難しいポイントっていうのはなくてですね、お湯の温度が高いので、直接入れるっていうのはそれだけはやめときましょう。一回ね、茶碗に移して少なくとも80度くらいまでは下げましょうというのがまず一つで、この状態で入れます。で、ここからポイントです。これじっくり待つとですね、どんどん苦い種類っていうところが出てくるので、パッと見て本当に時間を置かずにですね、注ぎます。で、この注ぎ出した時の色合いを見て、濃かったらゆっくり注ぎ、濃かったら早くですね、早く注ぎ、薄かったらちょっとじわーっと傾けるようにして色合いで判断します。そうすると苦味渋みっていうのが出過ぎずにですね、さっぱりとした熱いお湯の玉露が入れられます。はい、出来上がりました。一回ね、この状態で飲んでみましょう。飲んだ時にね、やっぱりお茶は熱くないとダメっていう方もたくさんいらっしゃいます。そういう方はしっかり80度くらいのお湯で入れるべきだと思います。で、この玉露に関して言うと、飲んだ瞬間ですね、甘みうまみっていうのが口の中に広がります。で、その後の後味が、じゃあお湯の温度が高いからすっきりするか、苦味渋みが出るかっていうと、これ時間を置かなかったらですね、そんなに感じられないんですよ。そんなに感じられないです。だいたいお茶が苦い渋いっていうのは出しすぎなんですよね。出しすぎなので、例えば袋を見てですね、1分間待ちましょう、2分間待ちましょうって書いてある通りにすると、お湯の温度がしっかり低かったらいいですよ。しっかり低かったらいいんですけども、お湯の温度が少しでも高いと濃くなるんですよ。で、濃くなると苦味渋みというのはより感じやすくなるので、気持ち薄めで出していって、薄めの方から徐々に合わせていった方が絶対美味しさっていうのは自分の好みっていうのが見つけられやすいと思います。いいですね。じゃあこれはとりあえず今パッと見た感じ入れたら美味しく入れれたので、今度はじっくりと逆にね、お湯の温度を高くしたままですね、時間を長めに置いてみましょう。そうすると玉露で味わいはどう変わるかっていうのを、これがね苦くなかったら問題はないんですけども、同じくらいの量入れます。そしてお湯を入れて、お湯の温度が高いうちにですね入れます。時間ね、時間今からちょっと見ましょうか。だいたい1分、1分くらいあればいいかな。1分やったら短いかな。1分30秒とかにしましょうか。で、このお茶の葉っぱが開く様子をですね、見ながらどれくらい出るのかなと思っていただければいいんですけども、見てください。お茶の葉っぱもうと開いてますね。これで1分半経ちました。じゃあ1分半経った状態で注いでみます。
この色合いがちょっと濃くなってるの分かりますか？特に、黄色っぽいというか、そして濁りも結構目立つんですよ。で、お茶の種類によってね、この濁りっていうのは変わってきます。これは何が違うかっていうと、蒸しの加減で違うんですよね。で、本来玉露というのはそんなに深く蒸してませんから、濁りっていうのは出にくいんですよ。なので透き通った色が美味しいってされてるんですけども、こうやって濁りがちょっと出てるっていうのが一つのやっぱり脱水かなっていうサインだと考えていただければいいと思います。こうね、匂ったこの香りを嗅いだ時もね、すごく番茶っぽいというかね、ちょっといい香りを超えてる感じがしますね。では、いただきます。この色合い見ていただいたらすぐ分かると思うんですけども、30秒で入れたものを1分30秒、3倍くらい違いますよね。それくらいでもうそれだけでこんだけ色が違いますし、もちろん味も違うでしょう。いただきます。濃さがね、グッっていう濃さがあるんですよ。濃さがあるんですけども、それとともにすごく苦渋みっていうのが舌の上に広がって、それがギュッとね、舌がこう巻き込む感じまできます。なので後味がすっごく渋く感じます。これをね、飲むと絶対ね、もう同じのは飲みたいとは思いません。やっぱり後味の苦み渋み、この口の中でのギュッというなんかね、口がすぼむような感じですね。うわ、渋っていうこういう味わいは決してね、お茶全体に言えますけども、出しすぎたお茶って美味しくないんですよ。まだ出しすぎじゃなく出し足らないくらいだったら白湯と思えば飲みやすいですし、体にもいいです。なので出しすぎたらこれは正直飲まない方がいいです。飲むとお茶に対しての印象悪くなります。でもせっかく出したからもったいないなっていう場合もあると思うんですよ。なので一回ちょっとね、これお湯を足して薄めてみましょう。そうすると飲みやすさっていうのはどう変わるか実験してみます。色合いはね、先ほどのものにちょっと近づきましたよね。もうちょっと薄めたらいいと思うんですけども、お茶碗がもう結構いっぱいなので、これくらいでちょっと飲んでみます。濃度感は飲めますよね。濃度感で言うと飲めます。でも美味しいかと言われると、あまりね、その値段に見合った美味しさは出てないです。多分これが100g200 円とか300円とかのいわゆるスーパーで売ってある一番安い価格帯の緑茶だったら、こういう風な味かなと思ったりはします。ただ 100g1500 円払ってね、お茶を買った時にこういう味だったら本当にね、正直がっかりします。なのでやっぱり出しすぎっていうのは良くないです。薄めてもそれは味わいとしてはちょっとまとまっていないので、お湯の温度を上げた場合は出しすぎに注意っていうことをしていただければ、もちろんですね、お湯の温度を上げてもさっと入れれば美味しくいただけます。なので玉露は低い温度でしか入れたらダメっていうわけじゃなく、高い温度でも入れることができますが、出す時間だけは本当に、注意していただいて、その感覚というか、飲みながらですね、これくらいの時間帯で入れた方がいいっていうのを皆さん自身でも確かめていただけるといいと思います。はい。意外とこれ違いはっきり出ましたね。以上、もっと美味しくのコーナーでした。では次にですね、茶園、宇治田原の茶園いっぱいいろんな茶園があるんですけども、たまたまですね、道通りがかった時に
道が伸びるんでしょうね。伸びるところで茶園がパツッと切れてる場所があったんですよ。なかなかね、このお茶の木の断面図っていうのは見る機会っていうのがないと思います。それをですね、たまたま見つけました。映像を撮っていたので皆さんご覧ください。ではどうぞ。これは機械狩りの茶園なんですけども、かまぼこ型になっていますよね。その表面にお茶の葉っぱ、これ集まってるんですね。このようになってるんですね。いかがでしたでしょうか。茶バラ、今回ね5回目ということで、今回は大石田栽培、特に玉露などのですね、栽培の入れ方について、やりましたけども、どうでしたでしょうか。なかなかね、太陽の光を遮って作るっていうのは簡単なようで難しい。そういうその細かいところっていうのをですね、皆さん、感じていただければ幸いでございます。本当にね、お茶生産農家の人たちはすごくですね、頭を使い、体を使い、気を使って美味しいお茶を作ろうと努力をされています。ぜひですね、皆さん、美味しいお茶、美味しい玉露、美味しい抹茶をですね、ご家庭でも飲んでいただきたいと思います。ね。またね、チャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、ぜひともですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。